皆さんこんにちは、大川祐介です。いや先日ねこの EOS R5C のねレビューをさせていただいたんですけれども、ちょっとね今回メインカメラを EOS R5C に変更したんですが、色味いかがでしょうか。やっぱね一眼だとこうやってオートフォーカスとかが、今シグマのレンズ使ってるんで綺麗にいくか分かんないけど、はい、かなり収録しやすいと思うので、早速今日もレビュー頑張っていこうと思うんですが、今回はですね皆さんスマートフォン皆さんお持ちですよね。で、一眼ミラーレスちょっとね高いので手に取って、Vlog 撮るって結構難しいと思う方多いと思うんですけれども、やっぱりスマートフォンで気軽に Vlog 撮れたらいいと思いませんか。僕はですねやっぱスマートフォンで最近 Vlog たくさん撮るようにしていて、っていうのは Vlog っていうのはやっぱリアルが大事なんですよね。でリアルが一番出せるのって、大きなカメラを持って回すっていうよりかは、皆さんのポケットにすぐこうやって出して友達を撮れる。で撮られてる側もあんまり気使わないで自然体でいられるっていうのはやっぱりスマートフォンだと思っていて、でただですよ、スマートフォンで撮る際の一番の課題、以前から僕の動画でもお伝えしているんですけれども、音なんですよね。やっぱりその Vlog 撮るに特化した設計ではないので、やっぱりねここ手で塞がっちゃったりとか、風が入ったらね自分の声が聞こえないっていうシーンが多々あったんですね。なので今回はそのね iPhone、ないしはスマートフォンで Vlog を撮る上で、必要不可欠なマイク、おすすめのマイクを皆さんにねご紹介したいなと思っています。それがですね以前ね僕の動画でもご紹介した MKE200、ゼンハイザーさんの MKE200 と、あとはですねこちら MKE400II というね、このねモバイルキットがね新しく発表されたので、ゼンハイザーからねいただいて早速使ってるんですけれども、MKE200 はもう以前のね僕の Vlog で結構愛用してます。他社製のねマイク使っていた時はあるんですけれども、やっぱりこれね見ていただければ分かるんですけど、めちゃめちゃコンパクトなんですよ。だから Vlog って撮るとき恥ずかしかったりするんで、やっぱこういう一眼ミラーレスにこの MKE200 をつけて撮るってこと結構あったんですね。で僕のチームに音声に特化した方がいて、他のね他社製のマイクと比べてどうかっていうと、結構ねやっぱり自分の声がちゃんと入ってくる、でかつノイズが少ないっていう、でこの価格帯ね、これ価格がね1万円ぐらいかな、かなりコスパのいいマイクなんですよ。かつスマートフォンでも使えるし、一眼ミラーレスでも使えるってところが、一番良かったと。だから僕もねこうやって愛用してはいるんですけれども、今回ねこちらより MKE200 よりも高音質で、かつこちらもスマートフォンないしは一眼ミラーレスでも使えるように、MKE400II っていうものがね発表されました。で今回ねこちら2つスマートフォンにつけて比較取ってきました。 iPhone のマイクをつけていない時と、MKE200 をつけてる時、 MKE400II をつけてる時撮影してきたので、皆さん一度ね聞いていただけたらと思っています。それではいってらっしゃい。はい、今 iPhone ノーマルです。マイクつけていません。いかがでしょうか。はい、今 MKE200 で収録しております。はい、今ね MKE400 の全部設定フラットで収録しています。 MKE400 のローカットなしで撮ってます。いかがでしょうか。 MKE400 のローカットありで撮ってます。 MKE400 の収録ゲインフラットで撮ってます。今 MKE400 で収録ゲインマイナスで撮っています。 MKE400 の収録ゲインプラスで撮ってます。いかがでしょうか。はい、番外編ということで普通にいつも通り Vlog 撮ってるんですけれども、多分普通に歩いててもあんまり振動とか来ないと思います。はい、で風はねあんまないのでそこのテストはできないんですが、やっぱこうやってね iPhone でカジュアルにね音声の質が上げられるのはかなりいいですよね。綺麗です。今日も今普通にね MKE400II つけてるんですけれども、声の聞こえいかがでしょうか。いやー iPhone ってねやっぱりマイクの課題はねやっぱ払拭しきれてないので、こういうねめちゃめちゃ綺麗に撮れるマイクを気軽につけるってのはかなりいい選択肢じゃないかなと思っています。にしても夜景が綺麗です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱね iPhone 純正とこういったね専門的なマイクがあるかないかで自分の声の、聞こえ方って全く違うんですよね。で MKE200 と400の明確な違いは本当にね音質が良いか悪いか
あとは、コンパクトかコンパクトではないかっていう違いだと思うんですけれども、これはやっぱりね、ちょっとサイズ感があるので、一眼ミラーレスで、あとスマートフォンにつけるとね、ちょっと大きいから、こっちはね、一眼ミラーレス用かなと思っています。で、本当にね、操作感も、電源、基本的にはコードつければ自動で電源入るので、わざわざね、電源オンオフをする必要もないし、あとはこういったね、音量の調節、ないしはノイズの調整、あとはね、こういったヘッドホン、イヤホンで聞きながら音量調整するみたいな UI/UX も本当にね、すごくシンプルにできているので、あと軽い。MK400 は一眼ミラーレスで Vlog を撮る方に一番おすすめです。見てください、このシンプルさ。はい。でですね、こちら MKE200 は、もちろんね、十分音質もいいし、ノイズも少ない。で、自分の声が入るし、かつコンパクトなんですよね。だから、スマートフォンで基本的に Vlog 撮るっていう方は、このね、MKE200 の方がいいんじゃないかなと思っています。で、一眼ミラーレスでがっつり撮りたいという方は、こちら MKE400 ですね。はい。でですね、以前からね、MKE200 愛用してるんですけれども、課題点で言うと、このね、ウィンドカバー。こちらがね、若干ね、付けづらいんですよね。硬いから、結構ね、取り付けたりとか取り外しが若干大変なのと、ウィンドカバーを付けた時に、このね、マイクシューのここに、あまり力が入んなくて、取り外しづらかったりとか、あと勝手にね、取れちゃったりとか、そういう課題点があったので、ここのね、取り付ける部分、もう少しね、改善してほしいなっていうのは個人的な本音だったりはします。あとはね、MKE200。こちら、本来、なんてだろう。収録するときってコードが裏側にあって、あっち側を取ってくれるって、思っているんですよ。他社製とかそうなんですけれども、この MKE200 に関してはコードをつけた方がメインの方なんですよ。だから、このね、マイクのことを知らない人が持ったときに間違っちゃうんですよね。でそれでね、本当にね、カメラマンさんの声しか入ってないっていう状態が、あったので、そういうね、デザイン的に勘違いしてしまうような、設計になってるところはちょっとね。で、あとね、iPhone に取り付けるときに、このコードの変換をね、購入しなきゃいけないと。これつければ基本的に iPhone につけれるので、これは別途購入して装着してくださいと。それを除けば、これはね、本当にスマートフォン、ないしは一眼ミラーレスで、高音質に自分の声を取って、Vlog を撮るとか、あとは自然描写を撮るとかにとってはね、かなりおすすめなプロダクトになっていますので、皆さんにね、商品紹介させていただきました。はい。なのでね、僕のね、動画では動画のね、選択肢をより多くの方に届けるっていうことで、いろんなね、製品紹介だったりとか、チュートリアルやらせていただいてるんですけれども、このね、マイクはですね、iPhone で何か表現をしたいっていう方には、間違いなくおすすめな、商品となっていますので、ぜひね、概要欄の方からチェックしていただけたらと思っております。はい。でですね、今、動画コミュニティ、ワンス、名前をね、トランスサロンからワンスに変えたんですけれども、Discord っていうプラットフォームで、かなり活発にね、皆さんが繋がり合っていますので、チェックしていただけたらと思っています。はい、そんな感じで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆さん、Vlog 制作、頑張ってください。バイチャ。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してた。